私たち、もう別れましょう。交際していた歌からの突然の別れの言葉に、失意のどん底に突き落とされたココ。まずは歌の真意を確認するため、ココは口を開いた。でも、突然どうして？歌は無関心な表情で答える。だって、毎日が面白くないから。ココは歌の返答にショックを受けながらも、次の言葉を繰り出した。わかった。じゃあ一度別れよう。けど、きっと歌は後悔するよ。僕と一緒にいた方が、歌は絶対幸せだから。ココは続けて言った。だから、しばらく試験期間を作ろう。それで歌が幸せになれないと思ったら、お別れしよう。そうじゃなかったら、もう一度付き合おう。歌はココからの想定外の返答に戸惑いながらも、あまりの矢継ぎ早の提案に、わかった、との言葉しか出てこなかった。ココはひとまず難局を乗り切って、内心ほっとしている様子。ただ、本当の戦いはこれからだ。歌の心を振り向かせるための戦略を立てなければ。家に帰った後、まずは歌の言葉と今までの行いを振り返ってみた。すると、デートや日々の生活自体はお互い楽しかったが、いつの間にかパターン化してしまい、変化がなくなっていたことに気づいたココ。ふとカレンダーを見ると、歌の誕生日が間近だ。そこで、デートの中にサプライズを計画し始めたココ。これなら歌に再度振り向いてもらえるはず。いよいよココのサプライズ大作戦の幕が開ける。まずは歌の誕生日に合わせて、海沿いのおしゃれな街へデートに誘ったココ。気になっていた天気も晴天、歌も楽しそうだし、幸先のいいスタートを切れた様子。はじめに、おしゃれな街並みを二人で散策。いろんなお店に入ってインドショッピングを楽しんだり、いつもとは違った雰囲気のデートにウキウキな二人。おしゃれな街並みの散策を楽しんだ後は、横目に海を見ながらカフェでおしゃべりして、まったりムードの二人。いい天気だし、ちょっと海沿いを散歩しようか。そう言って、ココは歌を促し、海岸沿いを散歩して、近くに停泊しているフェリーの方に向かう。実は、ココは事前にフェリーでのクルーズランチを予約していたのだ。歌はとっても嬉しそう。ココ、やるじゃん。乗船した後、窓際から綺麗な景色を見ながら、バイオリンの生演奏に合わせて、美味しいランチに舌鼓を打つ二人。すると、急にバースデーソングが生演奏で聞こえてきた。歌はびっくりした顔でココを見ると、いつの間にかバッチリ蝶ネクタイで決めている。歌、誕生日おめでとう。今日は最高の一日にしようね。歌が感激していると、遠くの方からスタッフの人が何やらケーキを運んできているのが目に映った。最後に、歌の大好きな花束も、周到な事前準備と、フェリーのスタッフの方々の活躍により、本日予定していたサプライズ演出をすべて遂行できたココ。果たして、歌の反応は？今日はとても楽しかったよ。サプライズもたくさん用意してくれて、途中恥ずかしく思ったくらい。でも、実はフェリーに乗ることは気づいてたよ。散策してた時にクルーズランチの看板もあったし、ココの動きもいつもと違ってそわそわしてて、なんか変だったし。もしかして、ココのサプライズ大作戦、失敗？ココは不安を隠しきれず、
ドキドキしながら歌の次の言葉を待っている。最高の誕生日をありがとう。私たち、もう一度付き合おう。ココは大喜び。サプライズ、大成功だね。とある日、ココと歌は家の近くのカフェで、夢の国への旅行に向けた計画を立てている。ここのホテル、一度泊まってみたいけど、予算的に厳しいからリーズナブルな方にしようか。歌は少し残念そうに言った。その後、ココと歌は二人で旅行代理店に向かう。担当者とも相談の上、2泊3日で下調べしたリーズナブルなホテルを予約した。旅行当日、夢の国での計画を新幹線の車内で楽しそうに会話する二人。長旅を終えてようやくホテルに到着。明日から夢の国を思いっきり満喫するため、今日は早めに休むことにした二人。翌朝早くから荷物をまとめているココ。不思議に思い、歌は聞く。このホテルに2泊するのに、なんでそんな準備してるの？夢の国の魔法がかかったみたい。ここのホテル宿泊は今日まで。さあ、準備していこう。何が何だかわからないまま、歌はココに導かれるままに荷物をまとめ、ホテルを後にしたのだった。着いた。ここが今日泊まるホテルだよ。歌は驚きとともに大喜びしていた。なぜなら、夢の国の目の前にあるこのホテルこそ、歌が一度は泊まってみたかった念願のホテルだったから。ホテルの中に入ると、想像以上のクオリティに、さらにテンションが高まる二人。荷物を預け、高止まりのテンションのまま、夢の国へ、いざ出発。まずは夢の国の入り口で、定番の記念写真。二人とも最高の笑顔。お次は猫耳をつけて、はい、チーズ。二人ともとっても似合ってる。続いては楽しいアトラクション。二人一緒なら、一日中楽しめるね。最後は夜空に映る打ち上げ花火を見てクライマックス。長いようであっという間の一日。もっとこの時間が続けばいいのに、ココと歌はお互いに心の中でそう思っていた。一日中遊んだ疲れがどっと出てきた二人。ホテルの部屋の扉を開けると、信じられない光景が歌の目に飛び込んできた。ホテルの中心で光っているガラスの靴に目を奪われる歌。まだ魔法は続いているみたいだよ。ココの言葉の意味と、今自分の置かれている状況が理解できない歌。それって、どういうことを？歌はココに問いかけ、後ろを振り返る。歌、僕と結婚してください。ココは決死のプロポーズ。果たして、歌の返事は？これからもよろしくお願いします。ココ、やったね。二人は疲れも忘れて大喜び。その後、歌はココに尋ねる。今回のサプライズは全然事前に気づかなかった。どうやって準備したの？実は、二人で旅行代理店に行った翌日、仕事終わりにもう一度一人で行って予約変更してたんだよ。指輪も、お店を回って悩みながら、歌が喜びそうなデザインを選んだんだ。歌はその話を聞き、嬉しさとともに、ココへの思いがより一層深まったのでした。ココのプロポーズ大作戦、うまくいってよかったですね。
今回の動画も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画の感想など、ぜひ、コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。